どうもー、ベルです。今回は、ドゥームステイのヒーロー詳細解説ということで、本日入手可能になった最新ヒーローの宮本同一について語っていこうかなと思います。この宮本同一、性能が発表された時に多くの方がこのヒーロー強くないとなったと思うんですけども、ちゃんと強いです。今回は彼の魅力と最適な使い方や相方など余すことなくお伝えしていこうと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、早速やっていこうと思うんですけども、まずはスキルから見ていきましょう。まずはレイジスキル。二つの天国が一つになるというスキルで、前方の扇状のエリアにいる最大3つの部隊に13000のダメージ係数のダメージを与えてくれます。敵部隊が1つ増えるごとに、それぞれが受けるダメージは 20% ずつ減ってしまうんですけども、ついに歩兵の強力な範囲攻撃ヒーローが来ましたね。これまで歩兵って、あくまで相手からの攻撃を受けることで輝く受動的なヒーローが多くて、アダットだけ例外的に、火力があったんですけど、そのアダットも、あくまで単体攻撃かつ、攻撃に特化した歩兵ヒーローがいなかったので、なかなか活躍できてなかったんですよね。ただ、今回の宮本は、もうこの高い火力を活かして、アダットと組ませていくことができます。で、その高い攻撃力の根幹をなしているのが、このレイジスキルです。射撃ヒーローの、ルイとか、ジェイコブのせいで、結構感覚麻痺しがちなんですけど、普通に考えて、ダメージ係数13000の範囲攻撃ってめちゃめちゃ強いので。ただこれ、複数部隊に当たると20% ずつ、ダメージが下がってしまうので、ルイとかジェイコブだと、15% ずつしか、下がらなかったので、そこはちょっと、弱いポイントになってしまうんですけども、それでも十二分に強いスキルです。で、彼の強みって、このスキルだけではなくて、他のスキルも合わせてこそ、宮本の強さと言えるので、第2スキル、見ていこうと思うんですけども、第2スキル、防御姿勢というスキルで、反撃時 20% の確率で相手の HP を 27% 減少させてくれます。そして、率いる部隊が歩兵のみの時、ダメージを 12% 増加させてくれます。まずは最初の効果から見ていこうと思うんですけども、まず、反撃時に相手の HP を 8% すみません、27% 減少させてくれるのは、普通にいいですね。反撃時というのは、すなわち、相手から基本攻撃やスキルでの、攻撃を受けた時なので、結構これ発動する機会が多くて。なおかつこれ、20% で3秒間の発動になりますので、地味にありがたいスキルになるのかなと思います。そして、率いる部隊が、歩兵のみの時、ダメージを 12%、増加させてくれるスキルなんですけども、こちらも合わせて、しっかりと優秀なのかなと思います。そもそも、この宮本は、歩兵のみで、組んでいくヒーローになりますので、この条件っていうのは、実質的にないに等しくて、で、ダメージを 12% 上げるというのは、これ自分自身のバフにもよるんですけども、攻撃を 30% 上げるくらいと、上げるのと同じくらいの価値があるので、相手にそれなりに大きいデバフを与えていって、自身の攻撃を 30% 上げるスキルと考えると非常に優秀なのかなと思います。では次に第3スキル。スウィフトモメンタムというスキルで、歩兵の攻撃を 30%、そして移動速度を 15%
上げてくれます。これ書いてあることはめちゃめちゃ単純なんですけど、めちゃめちゃ効果あるんですよね。攻撃を 30% 上げていくのは、当然火力の底上げになっていきますし、移動速度を上げれるっていうのがめちゃめちゃ良くて。で、この第3スキルのおかげで、高い攻撃力と範囲攻撃を持った、高速アタッカーという、揺るぎない立ち位置を宮本は獲得しています。で、これまで高い攻撃力と、範囲攻撃を持ったヒーロー。例えば、ルイやジェイコブがいたと思うんですけども、彼らって移動速度を持ってないので、結構そこが難点だったんですよね。で、一応チューンは移動速度アップ持ってるんですけども、射撃部隊で他に移動速度アップを持ってるヒーローって中野さんだけで。で、正直今の環境で中野さん使うってだいぶ厳しいので、高速アタッカーとしては正直運用していけなくて。ただ、この宮本は、アダットという同じく高い攻撃力と高い移動速度を合わせ持ったヒーローがいるので、もう彼女と組み合わせることで、舞台として見た時でも、高い攻撃力と、高い移動速度を兼ね備えた、舞台とすることができるので、非常に優秀なのかなと思います。では次に、第4スキル。クイックドロー技術というスキルになるんですけども、まずは歩兵の防御力を 20% アップ。そして、反撃時に 20% の確率で3秒間、敵から受けるスキルダメージを 28% 軽減してくれます。このスキルも、2つのスキルを1つにまとめたようなスキルなので、分割して解説していきたいんですけども、まずは、歩兵の防御 20% アップは、そのまんまですね。歩兵の硬さを底上げしてくれるので、非常に優秀だと思うんですけども、問題は次ですね。第2スキル同様に反撃時に確率で発動していくスキルなんですけど、これ皆さんどう思いますか？ややこしいスキルではあるんですけど、ちゃんと優秀です。そもそもスキルダメージを受ける状況下というのは、範囲攻撃の巻き添えを食らってしまった場合を除いて、基本的に相手からターゲットされているわけなので、すなわち相手からの基本攻撃を受けている時じゃないですか。なので、相手のスキルダメージを食らう前に、発動のチャンスっていうのはしっかりもらえていて、なおかつ、集団戦の時だと、1部隊ずつ集中攻撃して落としていくわけになりますので、そうなると、狙われた時に、相手から受ける攻撃回数も多い。すなわち、反撃もその分行う。そうすると、このスキルもちゃんと発動してくれて、相手からのスキル攻撃を、しっかりこのバフをかけた状態で受けていけるので、結果的にかなり受けるダメージを減らしてくれる非常に優秀なスキルになるのかなと思います。そして、覚醒した時の効果なんですけども、第3スキルが強化されます。覚醒前だと攻撃が 30% と、歩兵速度が 15% 上がるスキルだったのが、覚醒することで、攻撃が 40%、そして移動速度が 25% 上がるスキルに強化されます。攻撃力を底上げしていけるのはもちろん、移動速度が 10% 上がるっていうのがかなり大きいのかなと思います。移動速度が 10% 変わるだけで、このゲームだいぶ変わるので、非常に優秀な覚醒スキルなのかなと思います。そして入手方法なんですけども、歩兵のラッキールーレット。で、こちらですね。こちらと、あとは歩兵がピックアップされている伝説のハンターで入手していくことができます。
伝説のハンターは、正直費用対効果がめちゃめちゃよろしくないイベントなので、基本的には、ラッキールーレットで集めていただくのが良いのかなと思います。では、次にスキル上げと最低運用ラインについてお話ししていこうと思うんですけども、まずはスキル上げの順番ですね。で、運営さんのおすすめは、1、2、3、4になるんですけど、私のおすすめは、1、3、2、4です。で、まず、レイジスキルを上げていくのは、変わらないですね。正直、現在実装されているすべての戦闘用のヒーロー。これってもうレイジスキルを最初に上げていく以外の選択肢って正直ないんですよ。とりあえず最優先でレイジスキル上げていくのがいいのかなと思います。で、次なんですけども、私は攻撃と移動速度アップの第3スキルを先に上げることをお勧めしています。第2スキルも強いんですけど、第3スキルって、宮本が高い攻撃力と高い移動速度を兼ね備えた、兼ね備えたヒーローであるということを成り立たせるためのスキルで、仮に第3スキルがなかったら、別に宮本を使う意味って正直ないんですよ。火力だったら、ルイやジェイコブでいいじゃんっていう話になっちゃうので。で、宮本は本当第3スキルがあるからこその、強さだと思いますので、レイジスキルの次に、第3スキルを上げていただくのが良いのかなと思います。で、その次は、宮本の長所である火力を、さらに伸ばしていくために第2スキル。そして最後に第4スキルを上げていただくのが良いのかなと思います。では次に、最低運用ラインについてなんですけども、レイジスキルと第3スキルをマックスにする。こちらが最低運用ラインになるのかなと思います。レイジスキルだけでも強いといえば強いんですけど、じゃ仮にレイジスキルだけ上げた状態だと、もうレイジスキルだけマックスにしたジェイコブの完全介護官になっちゃうんですよ。もちろん、レイジスキルだけでも使えないことはないんですけども、基本的には第3スキルも上げて使っていただくのが良いのかなと思います。では合わせて覚醒させていくべきかというところについても語っていこうと思うんですけども、結論から申し上げると、彼は覚醒を目指せる方はぜひ覚醒させるべきです。彼、別に第2スキルも第4スキルもちゃんと強いので、で、スキルを上げても無駄にならないことは、もちろんのこと、で、このゲームって、強みを磨き切るのが強いゲームなので、彼の強みである火力と移動速度、どちらも上げていくためにも、覚醒させていける方は、ぜひ覚醒させていただくのが良いのかなと思います。では次に、才能を見ていこうと思うんですけども、彼は一般と歩兵とスキルの才能ツリーを持ってますので、リーダーで運用していくことが可能です。なので、適切な才能を振っていきたいところなのかなと思うんですけども、歩兵の火力才能を振っていきましょう。で、ちょっと私が、育成終わってないので、そこそこ育成が進んでて、同じく、同じ才能構成を持っているアダットを例にして、お伝えしていきたいと思うんですけども、もう火力才能なので、スキル才能にぶっ破していきましょう。で、両刃の剣はいらないんですけど、捕食者の怒りを最大まで振ると41ポイント必要になります。で、そうすると、星6のレベル60で振ることのできる才能ポイントの上限は74ポイントになりますので、残り33ポイントですね。で、この残りポイントは移動速度アップのために振っていきましょう。で、まず、一般才能に5ポイント振ることで、移動速度を 9% 上げていくことができて、
さらに、歩兵才能に25ポイント、振っていただくことで、こちらの歩兵の移動速度アップを2つですね。こちらとこちら。合計で 15% 移動速度を上げていくことができます。で、そうすると、3ポイント余りますので、残りの3ポイントは、歩兵の火ダメージ減少スキル、こちらですね。歩兵防御がありますので、こちらに振っていただくのが良いのかなと思います。で、もしくは、相手に移動速度のデバフを、確率でかけていける、原則に3ポイント振っていただくのも、十分にありなのかなと思います。で、スキルを振っていただく順番なんですけども、まずは、スキル才能を全部振っていきましょう。もう捕食者の怒りがマックスになるまで振っちゃって大丈夫です。で、その後に、この騎乗禁止の効果がめちゃめちゃでかいので、こちら振ってください。で、その後に、こちらの一般才能の移動速度アップ、振っていただいて、次に歩兵才能の移動速度。こちら振っていただいて、最後に残った3ポイントを、歩兵防御か原則に、振っていただくのが良いのかなと思います。では最後に相方についてお話ししていきたいんですけども、もう彼の相方はアダット一択です。もうアダットのために実装されたヒーローと言っても過言ではありません。で、彼はもうアダット以外とアダットと組ませたとき、その二つで超大幅に強さが変わります。今後さらに、攻撃特化かつ足が速い歩兵ヒーロー。もしくは高火力の範囲火力を持った歩兵ヒーローが実装された場合には、そのヒーローと宮本を組ませていく可能性はあるんですけど、現状は必ずアダットと組ませていただくのが良いのかなと思います。一応なぜアダットと組ませるかということについて補足させていただこうと思うんですけども、アダットって移動速度 30% アップを持っていて、なおかつ非常に高い攻撃力のバフを持ってるんですよね。で、宮本に必要なのって、攻撃力と移動速度なので、もう相性ぴったりで。アダット自体も単体で十分強かったんですけど、高い攻撃力と移動速度を持ってる歩兵ヒーローが実装されてなかったので、使われはするものの、彼女の進化を発揮することはこれまでできていませんでした。ただ、この宮本が実装されたとなれば、もう話は別です。もうアダットは単体で強い。そして宮本も単体で強い。さらに彼らは相性抜群。もうこの二人を組ませて弱いわけがないんですよ。現状、歩兵ヒーローで野戦部隊を組むのであれば、アダットと宮本部隊をまず組むべきなので。で、火力を優先した歩兵部隊を組みたい場合は、アダット宮本部隊。で、バフを優先した歩兵部隊を組む場合には、トムとビアンカ部隊。そして、トップランカーが一人で何十部隊も相手にしていく場合には、エディ・ロバート。正直、この3択なので。で、一般的には、火力を意識した歩兵部隊、組んでいきたい方多いと思いますので、今回ご紹介した、宮本アダット部隊を育成していただくのが良いのかなと思います。ただ、歩兵には中トン最強ヒーローのサンダーもいますし、なんかもう歩兵ヒーロー増えすぎなんですよね。で、結局、じゃあ誰から育成すればいいのと、悩まれている方多いと思いますので、明日の動画で、歩兵ヒーローの育成優先順位について、詳しくやっていこうと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。
では、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。